皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマは多くの学習者が間違えるとしてにとってです。作文や会話でよく使われる文法ですが、どちらを使ったらいいか迷ってしまうということはありませんか？この動画を見て正しい使い分け方を学び、もう間違えないようにしましょう。まず、皆さんがどのくらいとしてにとっての違いが分かっているかチェックしてみましょう。今から3つの問題を出します。として、にとって、どちらが入るか30秒で考えてみてください。では、始めましょう。はい。意外と難しかったですね。答えは、1、にとって、2として、3にとってです。どうでしたか？全問正解できましたか？では、このとしてにとって、日本人はどう使い分けているのでしょうか？これから2つの大切なポイントをお話しします。ぜひ最後まで見てみてください。1つ目は立場の違いです。立場とは人の職業や国籍、年齢、状況などのことです。として、にとっての前を X にしましょう。X としては私がその立場 X にいます。X という立場を強調するときに言います。例えば、私は留学生として日本に来た。私は留学生です。留学生という立場を強調します。父親として家族を大切にしている。私は父親です。父親という立場を強調しています。一方で、にとってはその立場 X を基準にして考えます。私はその立場 X にいなくても使えます。例えば、外国人にとって日本語を話すのは難しい。外国人の立場を基準にすると、日本語を話すのは難しい。ですから、外国人じゃない私でも使うことができます。父親にとって家族は一番大切な存在だ。父親の立場を基準にすると、家族は一番大切な存在だ。ですから、父親じゃない私でも使うことができます。じゃあ、皆さんも少し考えてみましょう。この文は、として、にとって、どちらが入るでしょうか？犬、引っ越しはストレスだ。もし、犬としてだったら、私は犬です。犬として引っ越しはストレスだという意味になります。でも、私は犬じゃないので、としては使えません。犬の立場を基準にして考えるので、にとってを使います。正しい文は、犬にとって引っ越しはストレスだですね。としては、私がその立場。にとっては、その立場を基準にして考える。これが一つ目のポイントです。二つ目は、後ろにつく言葉の違いです。X としては、行動や変化を言うときに使います。そのため、X としてには、どうするか、どうであるかという動詞が後ろにつきます。例えば、今の会社でエンジニアとして働いている。田中さんのことを恋人として見られない。X にとっては評価や判断を言うときに使います。
そのため、X にとってにはどう思うか、考えるかという名詞や形容詞が後ろにつきます。例えば、現代人にとってスマホは生活の一部だ。私たち夫婦にとってこの子は宝物だ。次に2つの文を比べながら考えてみましょう。1つ目の例です。X を留学生とします。留学生として日本に住んでいる。留学生にとって日本は住みやすい。留学生としてなら日本に住んでいるという行動を表す動詞。留学生にとってなら日本は住みやすいという評価を表す形容詞が後ろにつきます。2つ目の例です。X を歌手とします。田中さんは歌手として有名になりました。歌手にとって喉は命と同じぐらい大切だ。歌手としてなら有名になりましたという変化を表す動詞。歌手にとってなら喉は命と同じくらい大切だという判断を表す形容詞が後ろにつきます。としてには行動や変化を表す動詞。にとっては評価や判断を表す名詞や形容詞。後ろにつく言葉に違いがあるというのが2つ目のポイントです。ここまでとしてにとって2つのポイントを考えてきましたね。としてにとっての使い分け方がちゃんと分かったでしょうか？ここでまとめのクイズに挑戦してみましょう。今から4つの問題を出します。1つ15秒で答えてください。では始めますよ。頑張りますはどうするかという行動を表す動詞ですから、としてが正しいですね。私はオリンピック選手です。オリンピック選手として一生懸命頑張ります。家族みたいなもの。これはどう考えるかという評価を表す名詞ですから、にとってが正しいですね。私にとっては私の立場を基準で考えるという意味です。私にとって犬は家族みたいなものです。勉強をすることは仕事だ。これもどう思うかという評価の名詞ですね。学生の立場を基準に考えているので、にとってが答えですね。学生にとって勉強をすることは仕事だ。黙っていることはできない。これは黙っているのができないという行動を表す動詞なので、としてが答えですね。いじめを親として黙っていることはできない。いかがでしたか？普段よく使っているとしてにとってにはこんな2つの違いがあったんです。ぜひ正しく使い分けてもう間違えないようにしましょう。メッシュクラスには他にももっと自然な日本語会話をするために役に立つ動画や JLPT の漢字や聴解、読解の動画もあります。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。